こんにちは。Everyday Japanese by Aya を聞いてくださってありがとうございます。今日は前回のエピソードでお話しした通り、お元気ですかについて話していきたいと思います。私は日本語講師をしています。レッスンをするときは、こんにちは、お元気ですかと言います。なぜなら、私と生徒が話している言語の英語には Hi, how are you? と挨拶をする文化があるからです。でも私たち日本人はお元気ですかという言葉をあまり言いません。ではどんな言葉を使うのでしょうか。それは話す相手によって変わります。ただ共通していることはお元気ですかよりも具体的な会話や質問をするということです。実際に使っている言葉をこれからご紹介します。まず友達に挨拶をするときです。親しい友達にはヤッホーなどというカジュアルな挨拶だけします。その後は今日めっちゃ暑いよねやその服かわいいねなどとその時に自分が思っていることを話します。親しい友達とは質問をしなくてもそのトピックから会話が広がることが多いです。それにいつもいろいろな話をしているので質問をする必要がないことが多いです。次に久しぶりに会う友達には久しぶりと言った後全然変わらないねや髪の毛伸びたねなどと見た目について話すことが多いです。その後に元気にしてたや最近どう ?SNS で旅行の写真見たよなどと言って会っていない間に起きた出来事について話します。また会社の仲のいい同僚と会うときにはお疲れやお疲れ様と挨拶をします。そして最近忙しいあのプロジェクトどうなったなどとお仕事に関する質問からします。もちろん誰に対しても今日暑いねやその服かわいいねなどということはあります。ですが私は会話のテーマになるような質問をすることが多いです。そしてお仕事で会う人にはこんにちはの代わりにお世話になりますと言います。久しぶりに会う人にはご無沙汰しておりますと言います。その後最近もお忙しいですかという質問をしたり天気のお話をします。もしその相手の趣味を知っていたら最近ゴルフの調子はどうですかなどと具体的な質問もしたりします。ただ私はあまり個人的なことは聞かないようにしています。では初めて会う人には何と言うでしょうか。皆さん知っていると思いますがまずははじめましてです。でもお元気ですかは言いません。例えば今日はどちらから来られたんですかなどの簡単に答えられる質問をします。例えば東京からですと言われれば東京はいつも電車が混んでいるイメージですが今日も混んでいましたかなどとその場所について質問をします。
日本では出会ってすぐに個人的なことを聞くのはマナー違反だと考える人が多いです。どこから来たかという質問は答える人がどのくらい詳しく答えるかを決められるので便利な質問だと思います。このように話し相手によって言う言葉は違いますが、挨拶をした後、具体的なトピックについてすぐに会話をする人が多いと思います。もし日本人の友達がいたら、お元気ですか？ではなく、何か少し具体的な話や質問をしてみてください。日本語のエキスパートに一歩近づけると思います。また、もし皆さんがよく使う言葉があれば、ぜひコメントで教えてください。次回は家と家についてお話をする予定です。英語では home の意味ですね。ぜひ楽しみにしてお待ちください。今回のエピソードはここまでです。最後まで聞いてくださりありがとうございました。話してほしいテーマがあればぜひコメントをしてくださいね。では次のエピソードでお会いしましょう。またね。